ラーメン屋さんでメンマ、お家でメンマ、そのメンマを手作りしちゃおうという企画でございますね。メンマ風たけのこ煮というメニューですね。まあいろいろ手間かかるわけですよ、メンマは。日本で言われるメンマと言われる味に寄せた炒め煮のたけのこってことですね。パッとできますよね。食べたらメンマだと思いますよ。普通に日々のおつまみ、日々のご飯にいいんじゃないかな。皆さんこんにちは。今日のごちそうさまチャンネルはメンマ風たけのこ煮というメニューですね。皆さんメンマ当然ご存知だと思いますけど、あれをおつまみに食べるとですね、なんかいいですよね。風情があるというか、ラーメン屋さんでメンマ、お家でメンマ、そのメンマを手作りしちゃおうという企画でございますね。ちょうどたけのこもいい時期だと思うので、はい、じゃあ早速作っていきましょう。まず材料説明ですね。ゆでたけのこ、それから調味料が醤油、みりん、酢、砂糖、酒、ごま油と非常に素朴な材料でございます。これ何がおすすめかってかなり日持ちします。保存する環境にもよるんですけど、初めてこれを作った時に3週間から1ヶ月ぐらい食べ続けましたね。ちょっとずつ。だってメンマっていきなりバーって食べないじゃないですか。だけど最低でも多分ね2週間持ちますね。なので常備菜の一つとして保存しておいてもいいんじゃないかなと。じゃあ切っていきますね。ちょっと今日のたけのこ大きいんですよね。267とかだね。切って、でポイントは薄く切る。ポイントは薄く切る。こんな感じ。薄く切る。とにかくスライス。で盤面はそんな大きくない方がいいですね。はい、切れました。そしたら次に炒め煮にこれからするんですが、調味料を合わせていきますね。醤油、お酒、みりん、お酢。このお酢がちょっと入るのが少しポイントかもしれないですね。それこそ瓶詰めのメンマ食べるとちょっと酸味あるの分かりますかね。ほんのちょっとだけあるんですね。お砂糖。そしたら混ぜます。調味料混ぜ合わせたらフライパンにごま油半量ですね。いきます。振り付けます。最初強火でしっかりと温める。で油温まったらまず切ったたけのこ炒めていきます。まず油をしっかりとかませてあげる。メンマね、好きな人好きですよね。僕あれにラー油とお酢かけて食べるのが好きですね。ラーメン屋さん行ってなんかちょっとビール飲むとメンマ頼みますよね。頼みます。でもいわゆるメンマとはこれ、水分抜いてませんしね。はい、もう水煮の状態からスタートしてるんで、油全体に回ったら調味料入れていきます。調味料入れたら炒め煮ですね、いわゆるね。しっかりと混ぜながらたけのこに味を染みさせていく。でそのためには当然蒸発も同時にしていくんで、蒸発量とこの鍋中で煮含められる量とのバランスを考えるとやっぱり小さい方がいいですね、できるだけ。あとはもうこうやってどんどん水分飛ばしてあげるだけです。でどんどん色が濃くなっていってますよね。でだんだん水分がほぼなくなってきます。まだありますね、こうやってね。これ全部飛ばしますんで。焦げ目はつけたくないんですね。なので水分この分がちゃんと見極めてどのぐらい残ってるか。でこれもギリギリまでやりすぎるとやっぱり焼き目がついてきちゃうんですね。これで今ほぼ飛んでますね。で火止めて最後に香り付けの残りのごま油ですねかけ、さっとごま油あえて、でもうすぐ食べれます。で盛り付けていきます。食べる時にちょっとずつなんか保存容器に入れといて、ちょっとずつ出して食べきって次の日なり次の食事の時に
足していくっていうのがいいんじゃないですかね。はい、完成です。ではいただきます。パッとできますよね。やっぱりポイントはこの薄さですね。とにかく薄いこと。いただきます。もう多分ですよ、メンマ食べてよって言われて食べたらメンマだと思いますよ、普通に。でもちょっと違うんですか？タケノコの種類が違う、それから干すなり、いろいろ手間かかるわけですよ、メンマは。日本で言われるメンマと言われる味に寄せたこう炒め煮のタケノコっていうことですね。はい、その干してない分だけちょっとだけみずみずしさはあるんですけど、この状態でも結構日持ちするので、ぜひね日々のおつまみ、そして日々のご飯にいいんじゃないかな。ごちそうさまでした。